こんにちは。引っ越しで書道家の清水勝信です。今日は普段毛筆ばかり書いてるんですけれども、ちょっと毛筆から離れて、普段書く文字、大人の方を対象にどうして字が下手に見えてしまうのかという理由と、あとそれの対処法をちょっと説明したいなと思います。美文字とまではいかないけれども、少なくとも下手な字からは卒業できるんじゃないかなと思います。それではご覧ください。はい。まず大きな括りでちょっと見ていきたいんですけれども、一つ目が字を書くときの体の姿勢にあります。で、時々見かけるんですけれども、例えば紙があって、鉛筆があって、体をね、こう、うんと近くに寄せちゃったりとか、斜めから見たりとかって、そういう方たまに見かけます。もしくは、紙をすごく極端に横にしてこうやって書いてらっしゃる方とかね、いらっしゃいます。その方にとってはそれが楽なのかもしれませんけれども、斜めから見ると字は斜めになりますよね。ここでまっすぐ書くっていうのはなかなかね、難しいんじゃないかなって僕なんか思います。で、正面から見れば、普通に上から下にまっすぐ書くとき、横からまっすぐ書くときも、やはり分かりやすいのじゃないかなと思いますね。なので基本はまっすぐ、正面から見て書くというのが基本になってくると思います。で、右利きの場合は、まっすぐ、真正面よりも若干右に、紙をね、若干右に書くと、手の可動域が広くなって書きやすいかなと思います。で、基本的に文字って少し右上がりに書くんですけども、あれも少し理由があって、右手ありますよね。で、肘を軸にして引くと、勝手に右上がりになるんですね。なので、右上がりの字っていうのが心地いいっていうのが昔からちょっと頭に刷り込まれてるんじゃないかなと思ってます。それがまず体の姿勢ですね。はい、次にペンの持ち方なんですけれども、これもね、こうやって持ったりとか、こうやって持ったりいろんな方がいらっしゃいますけれども、基本的に小学校とかの書舎で教えているのは、親指、人差し指、中指で3点で、三角形みたいなのを作って持つのが基本になってます。そして、仮にこの3点で持ったとしても、ギューって力を入れてしまったら、書いてて疲れますしね、どうしても字も力んでしまいます。軽くでいいです。軽くで。理想はね、これで滑らかに書ければ一番いいんですけれども、なかなかペンの持ち方って矯正するのって難しいと思うんですね。だけど、正しい持ち方っていうのはこういう持ち方ですよっていうのを頭に入れておくだけで、その後ね、いろいろ意識して書けるようになると思いますので、まずは自分の持ち方がおかしいなと思ったら、これが正しい持ち方なんだよっていうのを知っておいていただけるのいいかなと思います。無理に矯正する必要ないんですけれども、一応理想形はこれだということを頭に入れておいてください。はい、続いて文字の配置や大きさなんですけれども、名前を書く欄、どこにでもありますよね。これをちょっと例に挙げて説明したいなと思います。で、こう名前を書く欄、例えば横文字がありました。で、この時にどこに書くかですよね。ここに書くのか、ここに書くのか。それはちょっとバランス的にどうかなと思いますよね。普通に考えれば、普通に真ん中に書くのかなと。で、さらに言うと、この枠があるのであれば、枠に対してバランスよく、例えばだいたい真ん中がこのくらいかなと思えば、均等に並べるのが理想かなと思います。はい、で、よいしょ。大きすぎてもいけないし、小さすぎてもいけない。じゃあどのくらいがいいのかっていうと、70% ぐらいが理想なんじゃないかなと僕は思ってます。枠に対して。だから少し上と下開くくらい。左右も少し開いた方がいいですよね。そして、上に揃えるのか、下に揃えるのかって話もあります。これ今ちょっとね、真ん中揃えちょっとなってますけれども、これは理想です。上に揃えてもいいですし、下に揃えてもいいんですけれども、下に揃えることが多いかな。ここに、例えば下をラインを決めておけば、ここにね、こういうふうに、下に揃える。っていうのが一つの方法なんですけども、理想は真ん中に、団子みたいに
真ん中に刺さるように揃えるのが理想の理想です。ちょっと難しいんですけどね。もし難しいと思うのであれば、下に揃えるのをちょっと頭に入れてみてください。はい。じゃあ実際こういう名前を書く欄があった場合、どうしたらいいか。なかなかね、すぐフリーハンドでバランスよく書けないかもしれません。でその時はなんとなくね、センターこの辺かな。さらに、割るとこのくらいかなと。これね、印をつけちゃってもいいのかなと思います。で、書けばね、名前ってね、別に字がうまく書けようがそうでなかろうが適当に書いてもそこそこのバランスになります。少し今右ずれましたけど、はい。でこれ横書きなんですけども、次縦書き。縦書きも同じですね。この縦の欄があったらどこに書くかってなります。こんなとこ書かないと思います。こういうとこには書かないと思います。やっぱり真ん中にバランスよく書くのが理想。で、さらに言うとセンター。縦書きに関しては必ずセンターを合わせます。はい。で、ちょっとここで一つ、豆知識なんですけども、名字が一文字の場合、例えば原さんとか林さんの場合は、一文字、林だったら林って書いて、はい。で、ここで開けます。一文字分開けます。で、ここに名前を書きます。はい。今度はね、名前が一文字の場合。はい。名前が一文字の場合は、名字が、例えば名字二文字の場合。名前さんだとしたら、やっぱりここ一文字開けて、例えば、みのるくんだったらみのるくんで一文字開けます。名字二文字、名前二文字、名字二文字、名前三文字とかそういう場合は均等で大丈夫です。あとね、今ちょっといろいろ書いてきたんですけども、文字に関して実部を揃えるっていうのがあるんですよね。字の粒の大きさを揃えるということです。よくね、漢字は大きめ、ひらがなは小さめって言うんですけれども、それで、ちょっと難しいんで、最初のうち考えなくていいです。まず均等に書きましょう。で、均等に書いてある程度できるようになったら、漢字は大きめ、ひらがなは小さめ。さらに言うと漢字でも画数が多いものは少し大きめとかね、ありますけれども、そういうのも考えるようにするのがいいかなと思います。はい。で、最後にちょっと文字についてなんですけれども、文字、すごくね、コンプレックスを持ってて書くのが嫌だなと思ってらっしゃる方もいるかもしれないんですが、あんまり難しく考えない方がいいのかなと思います。難しく考えるというか、あんまり綺麗に書かなきゃとかそういうのは考えなくていいのかなと。で、じゃあ文字ってどういうふうに書いたらいいのかっていうと、もうね、ひたすら揃えることを考えます。例えば、数字の1をここに書くんだったらどうするか。これ枠ありますよね。で、線もあるんで、罫線もついてるんで、とてもわかりやすいんですけれども、やっぱり枠の真ん中に書きますよね。1って。じゃあ、2はどうするって考えたときに、やっぱり、ここにバランスよく2を書くんであれば、このセンターラインに対して真ん中に書きますよね。で、1本目。で、2本目どこに書くって言ったら、ここにちょうど横線があるので目印になるので、これと同じ距離いったところに2本目をやや長めに書きますよね。じゃあ3は全く今と同じなんですけども、3は3本ありますよね。3本あるということは、2本目は必ずこの横線の上に来るはずなんです。で、1本目でしょ。で、同じ距離の3本目。文字ってね、こういうことです。で、できるだけ枠の真ん中に書くんですけれども、今みたいに、もうこれはね、ちょっと罫線があるパターンなんですけれども、罫線があるのであれば、ここがセンターだと分かっているので、そこに書けばセンター、真ん中になります。同じように、均等に書いてあげれば真ん中に来ます。3も同じように来ます。もうね、ひたすらこればっかり考えます。文字って。で、ちょっと難しい字。
例えば書道の書、書くっていう字。これ、横書く多いんですよね。これ筆順注意ね。これ縦後なんで。縦ここに来ます。で、最後に火を書くんですけども、横書くいっぱいありますよね。横書くいっぱいあるということは、ちょっと考えないと、この枠に収まりません。でも考えることは一緒です。さっきのこの均等と一緒。ここもそう。ここも均等、均等、均等。全部隙間均等だと思っていただいて構いません。あとは、どの角を長くするか短くするかっていうのが、美文字を書ける人っていうのはそういうのを考えるようになるんです。なので、まずは前提として、とにかく隙間を揃える。で、これ今横角なんですけれども、同じように縦角。例えば、川。別に上手に書こうとしてないですよね。ただ引いただけです、今。もうここの隙間は一緒ですよね。こうセンター来てますよね。同じ距離ですよね。もうほんとそれだけなんです。もうひたすらそれを考える。で、それができるようになってきたら、若干右上がりに書いてみるとか、あと、重心ですよね。文字の重心をどこに置くかっていうのを考えていくんですね。まずはでもそんなことは考えずに、もうとにかくひたすら均等を考えてください。田んぼの田。田んぼの田はこうですよね。もう普通に。よくね、ここ絞りなさいとか、ここあしなさい、こうしなさいってあるんだけども、もうとにかく最初はひたすら均等です。隙間均等。縦角、横角、両方とも均等です。で、仮に書いていて、そんな思うようにいかない場合、枠がありました。最初の1画目をこんなところに書いちゃった場合、うわ、ちょっと左行き過ぎたと思ったら別にそれ気にする必要はないです。同じ距離行けばいいです。同じ距離行けば。そうすれば、ここでフォローが効くんで、なんとかなります。1画目で失敗ということは文字はないと思っていただいて大丈夫。はい。あと、ちょっと隙間の均等当てはまらないものとして、例えば、左右の払いがあるものですよね。例えば、大きいって書いた場合。でもこれもね、やってることはほぼほぼ一緒。例えば最初の1画目。これね、ちょっと右上がりに書いてはいるんだけれども、別に右上がりに書かなくてもね、そんなに気にすることはなくて、ただ、このセンターに対して左右均等の長さで書いてますよね。そして、この左右の払いも、ここ、均等ですよね。で、この終わりの位置も同じ高さで終わってます。もうとにかくそれを考える。無理に、こう右払いだ、こうやって書かなきゃいけないとか、これはね、考える必要はね、ないというか、その先の話になりますので、まずは最初のうちは何も考えずに左右に均等に払っていけば大丈夫です。あとなんか難しい字ってあるかな。例えば永遠の A。よくね、文字の練習で使われる字なんですけども、難しいっちゃ難しいんですが、結局ね、これ、センターありますよね。点はセンターにありますよね。で、この縦角センターにありますよね。で、それ想像できるんですよね。センターに持っていかなきゃいけないなとか。で、この辺離しなさいとか、ここはくっつけた方がいいですよとかいうのは、その先の美文字の話になってくるんですけども、こういったところを守っていただければ、さほどね、おかしな形にはならないです。はい。ということで今日は各文字に対してコンプレックスを持っている方を対象に一番最初に何を考えたらいいかっていうのを解説してきました。あんまりね、文字って難しく考える必要ないのかなと。おりゃーって書く必要もないのかなと僕は思ってます。とにかく淡々と揃えるとなんとかなるのじゃないかなと思いますので、ぜひ、試してみていただければと思います。それではご視聴ありがとうございました。